森正代さん、当時19歳。原爆が投下された時は井ノ口村の陸軍の兵舎にいました。朝礼の最中、突然真っ白い閃光が部屋を突き抜け、大きな音がしました。その様子から資金弾が落ちたかと思ったそうです。行方不明の友人を探しに広島市内を歩いていた時、助けを求める小さな女の子の横を何の感情も抱かずに通り過ぎたことを今でも責め続けています。戦後教員となった森さんは、授業を通じて戦争の愚かさを伝えてきました。人間性を奪う戦争は絶対にしてはいけないと語ります。父はですね、欧州航路の船長しておりましたから、割と留守がちで何ヶ月に1回ぐらいしか帰ってこないので、母と子供たちで生活しておりました。火事の延焼を防ぐために家屋疎開をする、それで立ち退きを命じられましてね、それで致し方なく母と小さい子供2人を連れて岡山県の津山というところに疎開をしました。私は哲明と2人でこの肘山の向こうの段原に親戚がありまして、そこに寄寓することになって、2人でそこにおりました。広島にたくさんの学校がありましたけども、広島女学院はキリスト教主義の学校でしたから、それでだんだん軍部の圧力受けるようになったんですね。3年生ぐらいまでは時々学校に視察が入る。で今日はもう午後から憲兵が入ってくるから早退だというようなことも起こるようになって、学校に行く時も子どもたちがスパイと言って石を投げたりちょっと危害を加えられるような形になって、学校当局としては生徒を守ってほしいということを警察にお願いするというような時点にまでなっていくのです。それで電車なんかに乗ると格子をつけてますけど、それを見て知らないおじさんが「お前広島女学院の生とかあんな学校なんかやめちまえ」とかね、そういう迫害の時代、受難の時代っていうのが女学院にあったという。でそれから私は今の県立広島大学、当時は広島女子専門学校というところに参りましたけど、2年生の2学期の頃から学徒動員で船舶司令部に通うようになったんです。船舶司令部の暁2940部隊というところに所属してましてね、そしてその中の賠償課というところに席を女性の生徒が3人そこの席に配属されまして、あの頃も日本の爆撃に遭いまして、船がだんだん少なくなって、で満州から南方に兵隊さんを送るのも少なくなって、それからいろんな物資をあっちこっちに届けるのも船舶がないので、一般の商船会社から船を借りるんです。でそれに兵隊さんとか物資を乗して航行中にアメリカの爆撃とか
雷撃を受けて沈みますでしょ。そしたらその報告が来るんです、賠償課に。それで海難報告書って、でそれを女子大の私たち3人の生徒が読んで、その状況を短くまとめる、要約する、大変大きな出来事なんだけど、よくもまだ年のいかない女の子にまずはこんな仕事をさせてくれたもんだと思うんですが、日本の船がどのくらいやられるかということが、もう毎日毎日たくさんの船が雷撃を受けて沈むんで、兵隊さんがたくさん乗ってらっしゃる。だからもうまるで大本営発表とはえらい違うねと思いながら、それを言うこともできず、密かに心に「どうしてるかね」って「どうなってんだろうかね日本は」と、友達同士では言いながらそういうお仕事を一生懸命してました。その私が寄宿してた親戚の家は段原南段原にあったんで、毎朝そこから歩いて的場まで歩いて行って、そしてそこから電車に乗ってその勤め先に行ってたんですけども、朝の朝礼が8時15分だったと思うんですけど、そのちょっと10分ぐらいですかね、始まったんです。それで上官の訓示をこうみんな並んで受けてたところに、突然真っ白い閃光がパーッと部屋を突き抜けて、そしてしばらくするとドーンという大きな音で、それでもう兵舎を揺るがすような音だったんですね。それでみんなこれは資金弾がね落ちたと思って、で外に山腹に焼夷弾じゃない防空壕が掘ってあったので、そこに一斉に逃げ込んだわけです。それでしばらくそこにみんなでずっといたんですけども、何の変化もないので、やおらそこからこう出て見ると、広島の方に上空に何とも言えないむくりこくりの雲が上がってた。でこれは一体何だろうかと。でも全くまだ情報はわからない。でそのうちに怪我をした人が、直接私たちのとか中腹ですから上がっては来れなかったんだけど、情報としたら怪我をした人がどんどん来てるというようなことになって、で後から考えると、私の命はもし30分早かったら私は電車の中でつり革を持ったまま灰になっていたかもしれないということを思うんですけど、本当に人間の運命ってね、本当に偶然で、その30分を飴を伸ばすように時間だけ伸ばすような生活をしたら、もう死んだ人に申し訳ないというような気持ちで、それも一つの原点でそれから生活をしておりました。私は3人で賠償課のお仕事してたんですが、その1人が6日の日に限って自分の家が家屋疎開になるから明日はお休みするねと言って5日に別れたんです。でその弟さんがお姉さんを探してその山までやってきたのを覚えてますね。でその晩はもう交通網がないから帰れないので、私たち学徒動員生はアジナの方に昔精神病院かなんかがあったらしいので、そこのもう病院の患者さんは全部もう疎開して、そこが空いてたもんですから、広島の方には帰れないからアジナの病院に私たちは行って、そこで夜を過ごした。
でその翌日から兵隊さんがついて、まずは自分の家に帰ってみて安否を尋ねに来てこいと言われて、で兵隊さんが一人疲れて、で船で宇品の港井ノ口から上がって、でそこから宇品線っていうのが昔あったんですけど、宇品線の線路をたどりながら、自分の家に帰ってみたっていう。弟が横穴檜山の裾がお庭になってましたが、そこに横穴の防空壕があったんですが、そこの三男の、正明さんという中学生がいたんですが、それが市内で被爆をして怪我をしているのを私の弟は一生懸命介護してました。一応安否を確認をして、その日はまた運輸部の方に帰って、でその翌日からその休んでた私の一人一緒にねお仕事してた人を探しに市内に入っていくんです。まず宇品の港に凱旋館という大きな建物があるんですけども、森島総長という総長が一緒だったんですが、総長が「ちょっとお前たちこれを見ろ」と言われて凱旋館に連れて行かれて、このドアを開けて広い講堂だったんですけど、そこに入った途端もう死体がずらーっと並べられて、それが初めて私は被爆者のその人たちの亡くなった人たちばっかりです。もうあまりのことにも本当に足がすくむようでしたね。それで私たちがそこを出て、また宇品線の伝って、途中またいつものように空襲警報なんか鳴りながら、それでも広島駅までだいぶ時間かかりましたけどたどり着くことができて、それでまずは広島駅に東練兵場というのがある、昔あったんで広い場所で、そこには割と被爆者の方たちが集まって行き来してらして、それで練兵場の周囲にはですね高い木がこう立ってたんですけど、そこの木の下に穴が掘ってあって、でいくつかずっとでそこに今まで集めてきた人の死骸を、放り込んだような形でみんな焼かれていったんですね。それでそばに立ってる木にですね、特徴のある人のことはここへ紙に書いてぶら下げ、こういう人が特徴があったとか、名前のある人は名前が書いてあったけど、どの木にもそういうふうにちょっとずつその後の証拠のために書いてある紙がぶら下がっていた。でそれが非常に印象的でしたけどね。それからその東練兵場の奥に東照宮という大きな神社がある。それでそこの境内にも探して、私の友達は中澤靖子さんって言ってたんですけど、中澤靖子さんと名前を呼びながら行きました。そこにたくさんの被爆者が集められていたんです。本当に一瞬の出来事だったんですけども、ちっちゃな女の子5つぐらいの女の子がねうずくまってね、それでね私はそのそばを通り抜けようとしたら「姉ちゃん」って言ってね、それで小さい痩せた手にね、手の先にどこで拾ったのか瓦けを持ってて「姉ちゃんお水ちょうだい」って言ったんですよ。それできっと女の子はもう背中もやられて横にもできなかったうずくまっていたんですけど、でそれをね見た時にねスーッと通り越していったん
これが私の一生涯今もそれでもそのことを思い出すともう叫びたくない。あの時の私は何だったんだろう、もう絶対許せない。今でもその自分の心のうずきというかあざになって消えないんです。なんで私あの子見捨てたんだろう。せっかく通りかけたお姉ちゃんに呼びかけたのに、まあ何にもしてくれずに通り過ぎてしまった時の女の子の気持ちを思うと、なんと罪深いことをやった人間なんだと、そういうふうにこう責められるんです。それが92の今日まで続いてて、それが原点で私は原爆問題から離れられない、戦争の問題から、そういうことに関わるところにこだわり続けて、もっといい広がりのある人生送りたいと思うんですけどね。で市中に入って歩いていくと、もう本当に刺繍ですね。その人間が腐った匂いはこんな匂いなのかという生臭い匂いで、それはまだ家が潰れた人の下敷きにいる人たち、もう2日目ですから腐ってるんで。それから不思議に思うことは、灰がね真っ暗になるぐらい人の背中について、何百匹という灰がその背中について飛びもしないで黙々と傷ついた人が歩いてる背中について一緒に歩いてってるんですよね。本当に不気味な。それで川の橋を渡ると、川にはもう人がプカプカ浮いて流れて、でみんな水を求めて川の方へ行った人たちが力尽きて川に入っちゃって流されていってるんですね。そういう中をその刺繍の中を黙々となんていうか歩いていくしか仕方がなかったんですね。それで出見の前まで来た時に出見の入り口に3体か4体ぐらいこんな赤い大きなもの3つぐらい見えるんで、赤いのなんだろうかと思ってそばに寄ってみたら人間なんですよ。人間、それはもうよく見なかったんですけれども、もう仁王様のようにくれて、それでその3体をそのまままだ置かれておりましたね。そういう異様な町を歩いて、それでまた兵隊さんに連れられて港から船宇品から井ノ口の方に帰っていった。それが2日目だった。終戦の日はね、みんなでそのバラックの中で聞いたんですけども、よく言葉は聞こえなかったけども、忍びが滝を忍びというような言葉が聞こえてきて、みんなうずくまってその終戦の放送を聞いてました、天皇陛下。その晩はやっぱり兵舎に帰って、病院に帰って、アジロの海岸があるでしょ。向こうが宮島なんですけど、アジナの海岸の石の上に石の包みがあって、そこにみんな一列に並んで、悔しいから、私たち広告の少女でしたから、負けたこと悔しいから軍歌を歌ってたんですよ。そしたらね、これ不思議なんで、なんか着流しをした男の人が杖をついて散歩しながらやってこられたのが、声をかける「君たち」とね、そんな歌を歌ってても、もう日本は戦争に負けたんだよと言って通り過ぎていかれたんで、きっ
とこの人は反戦主義の人だったんだろうなっていう気がしたんですけどね、もう虚しいあれを歌ってた歌を、それがその終戦の日の思い出ですね。それからねだいぶ経った頃ちょっと転んだんです私。だいぶで2週間か3週間津山に帰ってたんですちょっと。そしたら学校から来いということで手紙が来たので津山から津山線に乗って岡山で乗り換えて広島まで来たんですけど、その前の日にねちょっと転んだんですよ。で膝坊主ちょっと怪我をしたの、擦り傷ですよ本当に。そしたらね来るまでにその傷が痛み出して、それで熱が出てきたらしいんです。でもおばさんの家にたどり着いた時はもうやっとのことでもう立ち上がることもできないです。それですぐそこで休んで、そしたら熱がどんどん上がりだして40度ぐらいの熱が1週間ぐらい続いたんですけど、それでおばさんがやっと軍員さんをどっかで見つけ連れてこられたの。そしたら私のこれぐらいの傷が産んでそれで膝の下がぐーっと産んで、そこからガーゼをねこのくらいの押し込まれるんですよ、こう海を取ると。でもすぐベタベタになって、で部屋中がもう海の匂いでいっぱいになって、それでそれを取り替えにいらっしゃるんですよね。で「こんにちは」と言われた時にもうそれが痛いから身の毛がよだついうことがあるけど、本当に背中の毛がよだつくらい、それで高熱だからキー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 声が出るんで止まらないんですよ。これは普通の傷だったらこんなになることない。だからこれはやっぱり放射能、それまだその頃原爆症なんて分からないから、なんか毒が入ったんだと。しばらくしたらやっと熱が引き始めたらまたこの体もすぼんできて、その皮がねむげるんですけど、それがボロボロ皮がむげるんじゃないんです。こうやってね切れのように、私は一日仕事がないからその皮をできるだけ広くこう剥ぐのが仕事で、剥いだのこのくらいのこう見るとその皮に点々がいっぱいついてるんです。ブツブツの跡、まるでオーガンジーいう切れがあるんですが、そんな風にこう点々がついてて、それで津山にやっと帰って、それで歩けないから駅まで人に迎えに来てもらってすぐ病院に入って、で12月まで入院してました。それから23年私は勉強もしてないし、ちゃんと学校で1年半ぐらいしか専門してないし、もう一回大学に行こうかしらと考えたり、いろいろ考えてた時に、かつて女学院で私の担任をしてくださった先生からお手紙が来て、それで新生学生が変わるんです。633世にその年だったんですけども、女学院に戻ってこないかというお手紙いただいたんです。それで私は女学院好きだったし、私をなぜ思い出してくださったんだろうか、それも非常に感動的だったし、で教えながら学ぶこともできるというふうに考えて、いや母校だから好きな学校だからやっぱり帰ろうと決意をして、それが昭和23年でした。学校はまだバラック小屋で、時々大学の下の大学にも行かなきゃ授業できないようにまだ全部ちゃんと整ってなかったから、
それで若い先生たちが集まって、私たち若い者は新しい日本の教育についてすごい熱心に毎日毎日討論してたんです。広島の新しい戦後の教育を作り上げていった歴史というのがあるんですけどね、そのメンバーの一人になって頑張ってたんです。それから今度は授業してたらたまたまあれなんですよ、新聞を読むという単元に出会った。で私はそれまでも自分の体験からいつかって原爆のことを授業に取り上げたいと思ってたんですけども、孫美時間、今ベトナム戦争、今同じ時代にこの空気がこう続いているその時代に今起こってることだから、もっと身近に捉えることができるだろうと思って孫美事件を取り上げたんです。そしてベトナム問題を一緒に考えていった。それでその中に私これはもうボロボロになってね、たまたま私朝日グラフを撮ってたら孫美事件が報道されて、報道写真になって、で村美村でアメリカのカリー中尉の命令によって立ってる者は皆殺せと言われて、これは殺される前の姿そのものなんですけど、これがその次には撃たれて死んでいくんです。これを見てすごくショックを受けたんです。ああ、これが戦争だと思ったんです。どこを見ても戦争だと思われました。私はね、これを見てね、この顔ですよ。笑ってるでしょ。笑ってる写真。私がずっと問題として抱えてきた、私が見過ごしたというあれと重なっちゃったんです。でこの兵士だってね、戦争でなかったらね、きっとね隣のいいおじさんであったかもしれないし、優しいお父さんであったかもしれないけども、この非常に非日常的な戦場という中に置かれた時には、人間的な喜怒哀楽、それを全部失ってしまう。だから私が見過ごしていったというのもそれなんだと。で水をやらなかったスッと通り抜けたというのも、水をやったらいけないからやらなかったんじゃなくて、で通り過ぎたら何とも感情なしで通り過ぎてってしまう。でそれとこれは同じだと思ったんです。核兵器犯罪とか言ってるその平和運動というのは、被害者の側に偏りすぎてると批判があるんです。もっと戦争というものの中で原爆を位置づけなきゃいけない。だから私が要するに行き着くとこは、戦争を絶対しちゃいけない。その中に原爆も位置づけて、原爆はもう一発であれだけの悲惨な状況が起こるんだから、もう二度と使って、これを使ったらもう地球の破滅、原爆戦争になったら地球も破滅すると思うから絶対使ってはいけないけれども、ただ禁止運動をやってもこれは行き先の長い話だなと思うんですよ。だからそれよりもまず戦争しまいと、戦争はやめましょう。お互いの国と国が、できるだけ外交で特に日本はアジアを大事に、ものの考え方がね、歴史に学ぶということ、これをね私は若い人に言いたいんです。歴史に学んだら長い物差しで過去を知り、現在を見、そして未来に展望が生まれてくると。で本読んでたら
もう一番学問の中で歴史を学ぶっていうことが一番大事なことだと書いてあるんですよね。私もそう思うんですよ。